皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は2月歌舞伎座初日に来ました。とても寒いです。雨が降ってますということで、初日ですけども、今日は屋根の下から失礼します。猿若祭ということで、中村屋楽しみですね。そして浜三郎さんのアコヤもあります。どんなランキングをつければいいか自分でも分かりません。これから1位から3位をお届けします。それでは歌舞伎座に行ってみましょう。2月楽しみです。レッツゴー。ということで、これからランキングを発表します。1位から3位を発表します。なお、私のランキング、私の個人のドーパミンが上がったか、そしてもう一度見たいか、3つ目、初めて歌舞伎を見る方に見せたいかというこの3つの観点で選んでます。あくまで私の個人なんで、ぜひ皆さんの実際に目で確認してください。一幕見席を見る参考としてください。それでは第3位から発表します。本当にこれも接戦です。点数みんな1点差です。第3位は江島生島です。今江島生島が終わりました。いやー、菊之助さん、哀愁帯びた狂った歌舞伎役者、かっこよく演じました。表情豊かでした。もともとは1714年に実際に起きた大奥の江島と歌舞伎役者生島のこの禁断の恋または密会を描いたものです。舞踊劇なんですけども、前半はその後処罰をされて生島が江島、この大瀬を思い出す、2人が船に乗っているところが、いつしか江島が消えてしまう。で、後半は現実に戻り狂った生島が出てくる。そこで商人に会う。商人はこの狂った男を可愛がる。そのうちに4名の尼が出てくる。一人がまた七之助さんがやってます。江島を演じたい七之助さんがまた尼の美しい娘もやってます。そして少しだけ菊之助さんの生島と七之助さんの尼は2人で踊ったりするんですけども、最後はなんと笑われて去ってきます。呆然とする生島、また狂ったように打ち掛けを、彼女だと思い抱きしめて、そして花道を去ってきました。この禁断の恋で、実際の話は大奥の江島が、歌舞伎を見に行った。で、そして18時の門限に間に合わなかったということで門が閉まる。そこを無理に江戸城の門を開けさせた。それを罪に問われて、2人とも結局、死罪は免れたけども、流されたという話です。そのために歌舞伎を演じていた山村座がお取り潰しになると。そしてこれ実は大奥の中の女同士の戦いでもあって、結局これを契機に徳川宗家ではなくて吉宗が誕生するということの引き金にもなってるんじゃないかと言われています。すごい大事件を明治になってから描いたものです。菊之助さん、お父さんの菊五郎さんをもっと、スマートにしたような、本当いい男っぷりでした。このほつれ毛もいい。そして繰り方、と笑ったとふっとまた悩ましい顔にする。最後花道をほんと嬉しそうに見つけて指さしたかと思うと、またあれは幻覚だったんだということを自分で悟る。本当今回割といつも無表情だと私が感じている菊之助さんの表情が豊かで、ぜひぞっくりとするこの狂った男を見てください。先月のミニワン級は、これは右近さんと和太郎さんで
右近さんが恋に狂って、死んでいく男を演じてました。今日はこれは菊之助さんが志の輔さんに恋をして、で恋が引き裂かれて、で寂しく島で死んでいくという話です。ぜひこの舞踊なんだけども、2人の素敵な踊り、そして菊之助さんが江島志の輔さんの芸演を見たとき、そこじゃな、そこじゃなというところ、その声が高くて素敵です。ということで、恋する男、心をわしづかみにされた男の姿、ぜひ生を見ましょう。江島生島でした。第2位は壇ノ浦兜分岐アコヤです。今玉三郎さんのアコヤが終わりました。いつ見ても奇跡の舞台ですよね。おこと三味線、そして呼吸を弾き終わって無実が晴れて悠然とこうやって打ち掛けを後ろで見せながら、そして今度前でも見せる。最後少しだけ玉三郎さん珍しく微笑んでいるように私は見えました。いや本当に玉三郎さん、この3つの楽器、そして浄瑠璃の方々とのこの合奏、間合い、調弦うまくいくか、見てる方もドキドキしますけども、今日も奇跡の舞台見ることができました。実は去年6月南座で見ました。今回重忠は菊之助さん、そして人形ぶりの岩永種之助さんです。南座の時は人形ぶり、千次郎さんでした。その滑稽なこの目をもうテープで貼って、そして眉毛が動きました。ちょっと南座の時動いたかどうか覚えていませんけども、その滑稽さ、最初登場した時観客みんな、笑って、少し和やかな雰囲気になりました。あと去年の12月に実は、文楽で見ました。文楽でその時もアコヤ、おこと三味線、そして呼吸、これを一人の三味線唱作の方が弾き分けました。鶴沢勘太郎さんという方でした。その時も、場内から大きい拍手が出ました。ただ歌舞伎の場合、このまさに役者が弾く、そしておことの時には玉三郎さんの歌もありました。少しメランコリックだけど透明な玉三郎さんの哀愁漂う声、素敵でした。弾いてる時間、三味線は9分、そして呼吸は7分間演奏でした。たっぷり聴けました。本当に最後呼吸の時に、宇宙に飛んでいくように不協和音に入っていくところ、すごいな。不協和音を聞かせるけど表情を変えない、ビートルズのホワイトアルバムのまさにアバンギャルドなこの不協和音でも表情を変えないで、心の乱さないで、自分は過激よとあって、そして惚れて、でも戦いの後は実は居場所を知らないということを、無実を晴らすことができました。アコヤの物語自身は源平合戦で平家の過激よの行方を追いたい源氏方重忠と岩永が過激よの恋人のアコヤを捕まえる、そしてアコヤに拷問をかけて、そして過激よの居場所を吐かせるという物語です。ただその拷問がおこと三味線、そして呼吸という3つの楽器を聴かせて心の乱れを見ると、アコヤはお腹に過激用の子供がいる。でもこの3種の楽器を心乱すことなく
聞き終えて居場所知らないことを証明して、そして許されるというあらすじです。ということで、玉三郎さん奇跡の舞台、いやー、これはまさに歌舞伎座に来て、見てください。生の玉三郎さん見てください。1位、第1位は笑いを大いに取った人情話文七もっといです。おめでとうございます。今最後の演目文七もっといが終わりました。いやー、周りよく笑ってました。中村やファンも多いと思いますけども、ぎっしりと埋まった歌舞伎座、笑いにあふれてました。こんなにみんなが笑う歌舞伎久しぶりに見ました。物語自身は三遊亭圓朝作の落語が元になってます。博打と酒に溺れた長兵衛さんが働かないで、実は娘のお久が出てってしまう。それを女房のお金と探す。その長兵衛を勘九郎さん、女房のお金を志の輔さん、そしてお久を勘太郎くんがやってます。お久が出てく。で、どこへ出て行ったかというと、親の借金を帳消しにするために角エビに、自分の身を売りに行った。角エビのおかみをこれ万寿さんがやってます。じゃあ長兵衛をうちに起こせと説得しようということで、長兵衛さん角エビにやってきて、で万寿さんとおひさちゃんに説教される。もう博打やめてくださいと、結構丁寧におひさ役の勘太郎さん喋ります。本当に丁寧で誠実さが出ていました。そしてその代わりと言って50両を長兵衛に渡す。そして第3幕目、そのお金を持って長兵衛帰ろうとする。でも途中で文七という青年が川から身投げしようとするのに会ってしまう。理由を聞くと50両なくしたということで、結局自分の50両あげてしまいます。で家に帰る。で女房のお金にものすごく怒られる。また博打で吸ったのかと。で翌朝、なんと文七が自分の旦那と一緒にお礼に来る。実はお金は5番の下に忘れてましたと。でなんとちょっと車の音がうるさいんで場所変えました。で翌朝、文七が自分の旦那と一緒に来る。実はお金は5番の下に忘れていたと。でなおかつおひさを角エビから取り戻して、そして文七とおひさが結婚するというめでたしめでたしのストーリーです。これ人情話なんで喜劇にしちゃいけないという考えもありますけども、結構喜劇でしたね。やはり女房のお金を志の輔さんがやってるんで、もう兄弟同士なんで、旦那の役の勘九郎さんにガンガン言います。何やってんだよ、どうしてくれんだよその怒り方、あまりにも美しい志の輔さんの表現ぶりに観客どっと湧いていました。この文七もっとい、一昨年でしょうか、文七もっとい物語ということで、獅童さんと寺島しのぶさんがやって話題にもなりました。あの時の寺島しのぶさんのはもう少し柔らかいお金でしたが、今日の志の輔さんのお金結構ダイナミックでした。あとうまいなと思ったのは文七役の鶴松さんがなよなよなよとして死のうという時に、いろいろ長兵衛ともみ合ってるうちにふっと立ち上がって真顔になる。そこら辺がなよなよとやられてるところ、ボコボコに殴られてお前しっかりしろと言われてるところとスッと立ち上がって、また死のうとする。その表現ぶり、なかなか鶴松さん良かったですね。あと勘九郎さんも本当に勘三郎さんそっくりでした。本当に中村屋総力
を挙げてギリギリ喜劇と人情話、その絶妙なところを言った文七もっといでした。今日は2月歌舞伎座初日に来ました。何名か私の YouTube 見てる方にお声かけいただきました。ありがとうございます。隼人さんファンといろんな方がおられました。ぜひいいねやチャンネル登録お願いします。あと今日、中村屋、そして玉三郎さん、いろんな役者さん出ました。そういう一人の役者とか演者を追うということで、3月の20日世田谷で歌舞伎や文楽の解説をされている高木秀樹さんの講演会をします。内容はこれ文楽ですけども、人形使いの吉田簑助さんを偲ぶということで、一人のこの芸術家、一人の演者がどういうふうに一生を過ごすのか、どうやって伸びていくのか、そういう話が聞けるんじゃないかなと思います。毎回割とアットホームな感じですし、裏話、本音の話いろいろ聞きますんで、ぜひお時間のある方、祝日5月20日祝日ですんで、2時から世田谷お越しください。あとその後歌舞伎ファンで、ミニオフ会、お茶会もできればと思ってます。その申し込みも別につけておきます。ぜひよろしければお会いしましょう。一緒にお話をしましょう。ということで、今日は2月初日歌舞伎座からお届けしました。いや本当に今月バラエティに富んでるんで、それぞれ、自分の推しがいい方は推しを見る、そして古典がいい、なかなか見られないアコヤがいい、そして笑いがいい、それぞれ選ばれてください。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳ワフでした。また歌舞伎座、そして文楽、いろんなところでお会いしましょう。それではまた。